NISA で100万円積み立てていた人が今週だけで4万円消えたのだ。原因は中東の細い海峡、幅わずか33キロのあそこにあるのだ。幅33キロってそんな細いところが原因なんですか？そこが閉じられると本当に日本の資産まで動いてしまうんですか？2026年2月28日、米国とイスラエルがイランへの大規模攻撃を開始したのだ。それから1ヶ月以上が経った今、ホルムズ海峡は事実上封鎖されたまま。今日はイランがなぜ封鎖を続けるのか、その構造的な理由を3段階で掘り下げ、そして日本の投資家、資産家が今週直面している現実を具体的な数字で見ていくのだ。2月末に始まった戦争がもう1ヶ月以上も続いているんですね。ホルムズ海峡ってそもそもなぜそんなに重要なんですか？閉まったら具体的に何が止まるんでしょう？ホルムズ海峡は世界の原油輸送の約 20% が通過する咽頭部なのだ。サウジアラビア、クウェート、イラク、UAE の石油は全てここを通るのだ。これが閉まるのは東名高速が丸ごと通行止めになって代替ルートもない状態に近いのだ。世界中の製油所が原料切れを起こすのは時間の問題になるのだ。東名高速の通行止めに例えると一気にリアルになりますね。じゃあ今回の戦争、そもそもどういう経緯で始まったんですか？突然2月末に米国とイスラエルが攻撃を始めた、その背景は何だったんでしょう？表面上の原因はイランの核開発阻止とイスラエルへのミサイル脅威除去なのだ。でも構造的に3段階掘り下げるともっと深いものが見えてくるのだ。第1層は安全保障の理由、第2層は石油利権と地域覇権の問題、第3層はトランプ政権の国内政治事情なのだ。NACIN によるとトランプは今も3週間で撤退できると発言している。これは単純な軍事作戦ではなく外交カードとして使われているのだ。第3層、つまりトランプの国内政治が鍵なのだ。ストレイツタイムズの報道によるとトランプの支持率は今急落している。それなのに NATO 離脱まで示唆し、さらに圧力を加えた。これは強いアメリカを国内に見せるためのパフォーマンスが混じっているのだ。問題はそのパフォーマンスが本物の戦争に変わってしまっているということなのだ。国内政治の都合で外交が動くって、なんか選挙前に支持率が落ちた政治家が急に景気のいい発表をするのと似てますよね。でも今回は実際に爆弾が飛んでいるわけで、スケールが全然違う。イランはこの状況をどう見ているんでしょうか？これが本当に面白いのだ。4月1日、イランのペゼシキアン大統領が英語でアメリカ国民に宛てた公開書簡を発表したのだ。内容は、この戦争はアメリカ国民の利益になっているのかという問いかけなのだ。ストレイツタイムズが報じている通り、彼はアメリカをイスラエルの代理人として操られた国と表現したのだ。これは外交的な攻撃だけでなく、アメリカ国内世論への直接の揺さぶりなのだ。面白いですね。普通、戦争中の国が敵国の市民に向けて英語で書簡を出すって異例じゃないですか？ BBC やロイターなどの欧米メディアと NACIN のようなアルゼンチンのメディアでは、この書簡の受け取り方に違いがありましたか？実はかなり違うのだ。NACIN はこの書簡を外交的な身振りとして報じた。一方でストレイツタイムズはアメリカの世論を割ることを狙った計算された行動と分析している。どちらが正確かといえば両方が正しいのだ。外交的ジェスチャーであることは確かだが、その背後にはアメリカ国内の反戦世論を味方につけようという戦略がある。イランはミサイルだけでなく言葉という武器も使っているのだ。では停戦の可能性はあるのかのだ。トランプはイランが停戦を求めていると言い、イランは嘘だ、求めていないと否定した。トランプの条件は明確で、ホルムズ海峡を再開せよなのだ。イランの条件は攻撃をやめよなのだ。これは鶏と卵の問題で、どちらが先に動くかの綱引きが続いているのだ。この膠着状態が続くということは、資産市場の混乱もまだ続くということを意味するのだ。ここまでの話を整理すると、ホルムズ海峡は世界の原油2割が通る急所で、停戦の条件が鶏と卵になっていて、膠着状態が続いているということですよね。これが日本の資産市場にどう影響してくるのか、具体的に聞かせてください。日本への影響を通し、資産形成の角度で見るのだ。まず原油高の直撃なのだ。ホルムズ封鎖後、ブレント原油は1バレル100ドルを超えた。これは S&P500 などのグローバル株に下落圧力を与えるのだ。S&P500 に100万円を投資していた人は、この1週間で概算4万円前後の含み損が出た計算になるのだ。もちろん NISA で積み立ててきた人も例外ではないのだ。4万円って、給料の手取りのほぼ1週間分じゃないですか。しかも今回は原油高だけじゃなくて、円安も重なってますよね。ドル建ての資産を持っている人と、
国内資産だけの人では受けるダメージが全然違いそうです。鋭いところをついてきたのだ。実はこれ、二重構造の問題なのだ。原油高、円安、輸入物価上昇という連鎖が起きているのだ。例えば海外 ETF をドル建てで保有している40代の人なら、円安効果でドル換算の損失が相殺される場合もある。一方、国内株だけで運用している50代は、輸入コスト上昇で企業収益が悪化し株価が下がる影響を受けやすいのだ。同じ、株式投資。でも、持ち方によって受けるダメージが180度変わるのだ。もう一つ見落とせないのは、ウォールストリートの動きなのだ。NACIN によると、4月1日のニューヨーク株式市場は100に上昇したのだ。ダウが 0.48% 上昇、ナスダックが 1.16% 上昇しているのだ。なぜか、停戦期待で動いたのだ。これが資産運用において最も恐ろしい点なのだ。戦争が長引くと思えば売り、停戦するかもと思えば買い、その振れ幅が毎日繰り返される。長期積み立ての人には関係ないが、短期運用の人には神経をすり減らす展開が続くのだ。ちょっと待ってください。私、逆の見方をしてみたいんですが、停戦になったら原油が下がって株が戻るかもしれない。だったら今が逆に、海上、だという見方もできるんじゃないですか。歴史的に見ると、戦争中に底を打った相場ってありますよね。実はそれ、データ的には正しいのだ。1991年の湾岸戦争でも2003年のイラク戦争でも、開戦直後に株は一時的に下落したが、その後 V 字回復している。ただ今回が過去と違う点が一つあるのだ。それはホルムズ海峡の物理的封鎖という要素なのだ。湾岸戦争でも海峡は封鎖されなかった。今回は実際に原油の流れが止まっているのだ。これは歴史上初めてに近い事態で、回復のスピードが読めないのだ。最初に話した NISA で100万円積み立てている人の話に戻るのだ。今週4万円の含み損が出たとして、これは損失が確定したわけではないのだ。でも問題は、停戦の条件であるホルムズ海峡再開がいつになるかわからないという不確実性なのだ。幅33キロの海峡が日本の投資家数百万人の老後資産を人質にとっているような状況なのだ。正直な個人的見解を言うのだ。今回の戦争には終わりにくい構造があると僕は見ているのだ。トランプは撤退すれば国内で弱腰と叩かれ、続ければ経済が悪化する。イランは引けば政権の求心力を失う。どちらも動けないチキンレースなのだ。3ヶ月後のシナリオは2択なのだ。シナリオ A は何らかの名誉ある停戦が成立し、原油、株、円が一気に正常化する。シナリオ B は封鎖が長期化し、日本の輸入物価が2割以上上昇する。僕の読みではシナリオ A の確率が 60%、B が 40% といったところなのだ。シナリオ B が現実になった時、個人ができることってあるんですか？じゃあ NISA をやめるという判断は正解になるんでしょうか？長期積み立て NISA を今やめるのは歴史的に見るとほぼ間違いなのだ。湾岸戦争もリーマンショックもコロナショックも積み立てを続けた人が一番得をしたのだ。今回覚えてほしい数字は 20% なのだ。ホルムズ封鎖が長期化すれば日本の輸入物価が 20% 近く上がる可能性がある。つまり現金だけ持っていることも実はリスクなのだ。あなたはシナリオ A と B どちらにかける？コメントで教えてほしいのだ。今日の動画が参考になったらチャンネル登録と高評価をしてほしいのだ。次回はこの戦争の第3の当事者サウジアラビアが実は今どんな動きをしているかを掘り下げるのだ。原油の生産量操作という隠れたカードを持つサウジがこの戦争をどう利用しようとしているか、それが見えると今後の原油価格が読めてくるのだ。お楽しみにのだ。